今回の産業まとめ。衝撃のニュースが事実無根。ケバブを売って8年で15億の利益。韓国ネット、怒りはメディアに。2021年6月14日に韓国で大手メディアが大々的に報じた人肉ケバブ報道が事実ではないということが確認され、波紋を呼んでいます。これは3ヶ月以上前にガーナの複数のゴシップメディアが報じたもので、ガーナに住む33歳の女性が8年間人肉ケバブを売っていたというものでした。この報道自体がデタラメだったようですが、この女性は動物の肉を使わずに人肉を使って7800万セディ、日本円で約14億8000万円を貯蓄したとのこと。デタラメ報道によると、子供を誘拐したり、ボーイフレンドもケバブになったということですね。元の報道によると、この女性は結婚の申し込みを断ったことはなく、夕食で毒殺して材料にしていたということです。結局町の長老や若者たちが早朝に家に押し入ったところ、2人の回復した死体が見つかって警察を呼んだということです。韓国メディア SBS がこの報道内容をガーナの韓国大使館に確認したところ、このような事件がないということが判明したようです。ガーナでこのニュースを報じた3つのサイトはいずれもゴシップサイトで、信頼性に欠けるメディアだということです。韓国では経済関係など名だたる主要メディアがこれを相次いで報じたため、実際のニュースだと信じられていました。韓国では当初から疑念の声も上がっていましたが、ひとたびフェイクニュースとわかるとメディアをゴミ記事、ゴミ記者と攻撃し始めています。編集所感。今回の概要。明らかに無理な内容。かつて勝手に騙された韓国メディア。日本のひどいメディア。フェイクニュースと誤報の違いがよくわかりませんが、意図的なものがフェイクニュースで、騙されたり誤認識があった場合は誤報というのかな。偽物か誤りかの違いはあるけど、視聴者や読者の立場からすれば信頼していたメディアに騙されたことには間違いない。今回の場合、一般の新聞社は一切報じず、いや、中央日報以外は報じていないですね。中央日報は恥かいちゃったな。ちなみに紙面には載らなかった模様。ちょっと紙面に載せるような内容ではないよね。あとは経済系が非常に多いですね。メジャーなところは軒並みといった感じ。フィナンシャルニュース、マネーエース、ヘラルド経済、韓国経済、MBN、ブリッジ経済と、私にはどこも非常に馴染みがある比較的信頼できるメディア。おそらく経済系の通信社っぽい役割をしているところがあって、そこが広げたのではないでしょうかね。ちなみに今回誤報だと報じたのは SBS。これソウルの地方テレビ局ね。元の記事も報じていましたね。幸いなことにテレビでは扱わなかったようですね。無駄に恥を広げずに済んだようです。当日のコメントに指摘がありましたが、毎日50人にケバブを売って8年で15億円は無理だろう。おとぎ話だというもの。これ、売上じゃなくて貯金が15億円。もともといくらあったのかは知らないけど。9年が3300日弱なので、8年をざっくり3000日と計算。そうすると毎日50万円の利益を上げたということになる。毎日だいたい50人に売っていたということなので、利益1万円のケバブが飛ぶように売れたらしい。ガーナでの1万円がどのくらいの価値かわかりませんが、まるで大富豪の取り巻きがいたかのような計算になりますね。ともかくとして、こうやって誤った報道をしてしまうことはあり得ることなので、ここで韓国メディアは何とかとか言うつもりはないです。まあ、どう考えても間抜けではあるけれどもね。ただ、私も引っかかりかねないからね。別に韓国特有というわけでもないし。私が韓国の誤報で思い出すのが、日本の個人の方が書いていたコラムで韓国中が大混乱になった事件ですね。ああ、過去にこれについて書いたものを見つけました。2017年ですね。米軍が4月27日の新月の日に北朝鮮に攻撃を開始する可能性が極めて高いだろうという内容なんですけど、これが韓国中に広がりました。もともとは日本のメディアがこういう説をしきりに報じていたということですね。テレビのゴミ軍事専門家や韓国専門家たちでしょうね。韓国が大統領選挙期間で報道規制がかかっているのをいいことに、日本では言いたい放題だったようで。そういう中で、メディアを通じないところ、最初はどうやら金融関係者を通じて広がって、
SNS なんかでも拡散して、死にたくない、なんて悲痛な声とかも上がってたような。当時私もそのサイトを見たのですが、すっきりとした画面で、なんとなくちゃんとした感じを思わせる佇まいでしたね。これを日本の有力メディアみたいに報じちゃったわけですね。よくよく考えれば、別に今時月明かりと作戦は関係がないって話でもあるわけですが。どうあれ、それなりに論理的な組み立てがなされていればコロッと騙される可能性は十分あるわけです。なので意図的なフェイクニュースを作るのは難しくないと思いますね。一般ニュースでもタイトルの誇張に騙されたって思うことよくありますよね。私が子供の頃なんて、というか今もそうかもしれませんが、東京スポーツの見出しに釣られて買ったら騙される、なんて話がよくありました。断定的な表現で書いてあって、広げてみたら、何々かって小さく載っているとか、私は子供だったので買ったりしてませんけど、今だとこういうゴミ記事を書いているのは夕刊フジですね。中国や韓国の派手な見出しを書いて、中身はほとんどありません。あの新聞によると、韓国と中国は何回も崩壊していますけどね。両国とも残念ながら未だ健在です。まあ、こういうのはしばしば起きて、毎回ネタにされるということで。なんだ、昨日ゆるりんに聞いてちょっとネットで探したけど見つからなかったよ。はは、私も白雪さんに拡散させるところだったよ。それ以上は広がらないだろうけど。私がツイッターで書いたら広がっちゃうよ。フォロワーさんも増えてきたし、毎回5いいねくらいあるんだから、気をつけてね。はーい。でも、昨年末にトルコで似たような事件があったようだね。ケバブ屋さんが娘と口論になって殺しちゃってって話。あったんだ。それは本物だよね。多分ね。まあどこまでも追跡調査できるわけじゃないんだけど、お父さんは懲役24年になっちゃったよ。お肉はケバブに使ったの？ケバブにはなってないみたい。URL 出しておくので詳しくは読んでみて。ざっと検索してチラッと見ただけだから。もし本当に15億円も儲かっていたらすごいよね。っていうか無理だよね。人肉マニアがいて、高くても買ったのかもよ。そんな、映画かドラマみたいな話。問題は8年間、片田舎で人を拉致したり恋人を殺害し続けるって無理があるよね。人間の肉なんてそんなに取れそうにないのに。おかしいと思わなかったのかな？信頼できるルートから来たからそのまま深く考えずに乗せちゃったんだろうね。もともとはどこの会社が見つけてきたのかな？そこが悪者だよね。それがちょっとわからないね。でも報じた中のどれか一つか共同の機関みたいなのがあるんだと思う。でも元の記事も3ヶ月前でしょ？かなり古いよね。なんだろう。それも確認せずに流れ作業で穴埋めになるって載せちゃったんだろうね。ガーナってアフリカだよね。ガーナチョコレート。なんかあんまりどんな国ってパッとはわからないね。アフリカ通じゃないし。でもよかったね。大変なことになる前に嘘だって分かって。もっと恥が拡散する前でよかったと思う。SBS のおかげだね。大使館に確認したから。こういうのしょっちゅうあるのかな？わかんない。日本でもバレずにそのままなのとかたくさんあるよ。きっと。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。前にも話したけど、ソロ活女子のすすめってドラマなんだけどね。前回はソロバーベキューだったよ。ソロバーベキューって、外で肉を焼くってこと？そうだよ。仲間たちでバーベキューしている中で、女性一人でバーベキュー。かなり勇気がいるよね。私には無理だ。区が貸し出している設備とかだと大丈夫じゃない？うちの近くにもあるよ。でも、あたりが暗くなってからワイン飲みながらお肉焼いてた。怖いよね。キャンプ場って言っても山の中とかじゃないから怖くないでしょ。だって、焼いてるお肉に虫がついても見えないじゃん。見えないから虫も一緒に焼いて食べちゃうでしょ。ああ、そっちね。明るいところに虫が大量に寄ってきそうだよね。だから無理。そういえばね、インドネシアに旅行に行ったことがあるんだ。1週間滞在して、海も綺麗で食べ物も美味しくて楽しかった。へえ、白雪さんって意外と色々言ってるんだね。私海外は仕事で行くからほとんど観光なしだけど。でもね、
帰る前日にね、歩いてた時にガブって足の指を噛まれたの。蛇か何か？それがすっごく痛かったんだよ。ネズミか何かに噛まれたのかと思って恐る恐る見たらね、赤い色のアリンコだった。うわ、怖そうな色。アリでもガブって音するの？それくらい強烈だったんだよ。でも痛かったのはその時だけで、痒くなったり腫れたりはしなかったから大丈夫だったよ。そうなんだ。毒を持ってるアリとかじゃなくてよかったね。だけど日本に帰って3日後くらいにね、高熱が出て1週間会社休んだんだよ。旅行で1週間、高熱で1週間会社休んだってこと。そうか。あの時のってインドネシアだったんだ。天国のような1週間と地獄の1週間だったよ。有給吹き飛んだしね。でしょ？そう。それで、疲れが出たのかなって思ってたけど、風邪の症状じゃなくてなんか変だったんだよね。多分アリンコのせいなの。なんでも虫のせいにして。あれってもしかしてヒアリとかいう毒のアリンコだったんじゃないかな。ヒアリはもっとひどいことになるんじゃないっけ？とにかくあれから海外には行ってないよ。やっぱり日本がいいよね。ベランダの赤虫ももう全滅したし。